はいどうも、小川でございます。Mac ユーザーの皆さん、モニター探し沼ってませんか？ Apple 純正は良さそうなんだけど、でもちょっと価格が。じゃあ巷で人気の4K モニターにしようか。いやでもこっちのウルトラワイドもいいな。という感じでですね、Mac のモニター探しに沼っている人結構いるんじゃないですか？ということで今日はですね、そんなモニター探しを終わらせてしまうかもしれない強力な1台を紹介します。はい、それがですね、もう見てもらってるんですけど、これです。ASUS の ProArt Display 6K PA329CV というモニターです。これは ASUS の ProArt シリーズの新モデルになります。これはですね、IPS パネルを採用した32インチ 6K の解像度を持ち、MacBook と色を合わせやすい M モデル P3 プリセットと Thunderbolt 4デュアルポート 96W 給電にも対応している、ハイグレードなモデルです。中でも32インチ 6K というのはかなりレアな特徴で、そこだけを取ればですね、Apple の Pro Display XDR、約70万円のモニターですね。それとね、同じこの解像度を持っているモニターになります。このモニターは様々な点で Mac に最適化されていて、まさに Mac ユーザーのために作られたモニターと言えると思います。これはですね、ASUS さんに借りているもので、もう2週間ぐらい使わせてもらってるんですけど、6K32 インチはすごくいいですね。かなり刺さってます。非常にね、高性能なモデルなので、激安系みたいなモニターではないんですけど、手に入るものに対しては満足できる価格なんじゃないかなと思います。本当にね、このモニターはなかなかない特徴を持ってるんですよ。何がね、そんなにすごいのか、この後詳しく紹介しますので、Mac ユーザーでモニター選びをもう終わらせたいという方はですね、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあまずですね、外観とかデザインとかの前にですね、このモニターがなんでそんな Mac に最適なのかと、その理由からお話ししていきたいと思います。理由は大きく3つあります。これを一つ一つ簡単に話していきます。まずは 6K 解像度とマジックナンバー218です。この PA329CV の最大の特徴はですね、やっぱりなんといっても 6K 解像度であるということです。6K っていうのはなかなか貴重な存在です。あんまり聞いたことないと思いませんか？さっきも言った通りですね、Apple の純正の Pro Display XDR、あれがですね、6K32 インチでちょうどこのモニターと同じなんですよ。でね、それが何なのと、6K ってそんなすごいのって思いますよね。6K はね、すごいんですよ。まずね、6K のこの領域の広さ、これは圧倒的です。例えばこれ 6K そのまんまで DaVinci Resolve という動画編集ソフトを使っているところなんですけど、めちゃくちゃ広くないですか？プレビューウィンドウこれだけ大きく表示して、これタイムラインとか各メニューとか、めちゃくちゃたくさん表示できてますよね。すごい情報量なんですよ。これがね、6K 解像度をそのまんま使った時のこのパワーですね。とはいえね、これ一般的な作業というか、PC を使う上で、6K 解像度をそのまんま使うっていうことは、これなかなかないんじゃないかと思うんですよ。多分ですね、文字が小さすぎるっていう風に感じると思います。これね、Chrome でウェブサイトを表示してるとこなんですけど、文字結構小さいですよね。特にアドレスバーとかめちゃくちゃ小さいですよね。なのでね、6K をね、そのまんま使うっていうことはあんまりないんじゃないかなと思います。なので、こういった高解像度モニターは多くの場合、スケーリングをして使うことになると思います。拡大ですね。この表示からですね、例えば2倍にスケーリングすると、はい、だいたいね、こんな感じになります。例えばね、4K27 インチのモニターとかでもそうですよね。4K でね、そのまま使うより、スケーリングして使うっていう人の方が多いであろうと思います。でね、この PA329CV は、スケーリングをした時の表示の綺麗さがすごいんです。で、実際ね、比べてみたいんですけど、この違いわかりますか？PA329CV の方が文字がシャープでくっきりしてますよね。ちょっとね、映像だけだとわかりづらいと思うんですけど、これ実際に見てるとね、もう全然違うんですよ。めちゃくちゃ綺麗だなって感じるので、使うテンションもね、全然変わります。で、実はですね、この綺麗さを支える秘密がマジックナンバー218なんです。正確に言うと 218PPI です。ですね、ややこしいことガバッと省きますが、PPI という単位がモニターにはあります。で、それは1インチの中にピクセルが何個入るかっていう単位なんですね。で、数字が高いほどこうギュッとね、密着する密度が高くなるので、より繊細でシャープ、いわゆるね、綺麗な表示になりますと。これがね、PPI というものです。で、このモニターは 6K で32インチ。これをね、計算して PPI を出すと、約 218PPI になるんですよ。でですね、実は Apple 純正の、約70万円のモニター、Pro Display XDR。これは、6K32 インチなので、これと同じです。なので、計算した PPI は同じ218になるんです。次にですね、これも Apple 純正の Studio Display というモニターありますよね。これはね、5K で27インチです。これもね、計算すると 218PPI になるんです。で、さらにですね、iMac24 インチありますよね。あれ 4.5K なんです。なんか中途半端な解像度ですよね。もうわかると思うんですけど、これも計算すると 218PPI
PPI になるんです。これがですね、マジックナンバー 218PPI のゆえんです。マジックナンバーって言ってるのは僕が勝手に言ってるだけなんですけど、今挙げたような Apple のモニターは、いわゆるレティーナと呼ばれるもので、非常にね、美しい表示を楽しむことができます。で、この PA32QCV も、それらのモニターと同じような 218PPI っていうのを持っているんです。これがですね、このモニターの非常に優れた特徴です。で、それね、具体的に何が嬉しいかっていうと、作業領域の広さと可読性、これがね、両立できるんですよ。さっき見てもらったようにですね、6K をそのまま 6K として使うと、広いんだけど、文字が小さすぎるじゃないですか。だから拡大しましょうと。その時にね、例えば2倍に拡大すると、このモニターはですね、6016の3384分で、2倍にするとね、3008の1692になります。2倍に拡大したとしてもですね、これだけの広さを確保できるっていうのがすごいところなんです。で、実はですね、もう一つ秘密がありまして、今ね、2倍に拡大するって言いましたけど、2倍で使えるかどうかっていうことがめちゃくちゃ重要なんです。MacOS というのはスケーリングをする際には2倍とか3倍とか整数倍でスケーリングすると表示の綺麗さという意味では最良の結果を得られるようになっているんです。これ知ってました？なので 4K モニターというのは Mac にとって実はねちょっと難しい場面の多い解像度なんです。例えば27インチぐらいの 4K モニターを 4K そのまんま表示するとやっぱりね広すぎちゃうんですよね。文字が小さい。じゃあ小数点の入らない整数倍にスケーリングするかということで2倍にスケーリングするとですね1920の1080になるんです。これだと逆にちょっと狭すぎるなって感じる人が多いんじゃないかなと思います。なので多くの場合はですね 1.5 倍とかそういった感じの小数点が入る非整数倍にスケーリングをして使うことが多いんじゃないかなと思います。そうすればですね広さを確保することができるんですね。実はこの非整数倍スケーリングが文字のね境界がややソフト曖昧になって2倍にスケーリングした時に比べるとシャープさが薄れる原因なんです。誤解を恐れずに言うとですね内部的にやや複雑な処理をするので、その結果文字と背景の境界がやや曖昧になっちゃうんですね。なのでちょっとソフトな感じになると。表示のシャープさっていうのは整数スケーリングで輪郭が崩れないこと、それから高 PPI であること、この掛け算で決まります。というわけでですねこの PA32QCV は元の解像度が 6K もあるので2倍にスケーリングしたとしても広大な領域を確保できる上に画素密度が 218ppi と非常に高い。そのおかげで表示が驚くほどシャープで綺麗なんです。つまりですね Apple のデスクトップ向けモニターと同じような体験ができる。もちろんね純正モニターと比べるとその他のスペックで違いがあるので同じものっていうわけではないんですけど、その 6K 解像度と高い画素密度、そこから来る体験という意味では同じようなことができると。それがですねこのモニターが Mac に最適な理由の一つなんです。ちなみにですねプロアートシリーズには27インチの 5K っていうモデルもあるんですよ。そっちでもね同じ原理で綺麗な表示を得ることはできます。27インチ 5K なので Apple のスタジオディスプレイと同じですね。それもねもちろん 218ppi になります。で27インチ 5K と32インチ 6K、 それどっちがいいの、どう違うのっていうことで言うとですね2倍にスケーリングすることを前提とすると32インチ 6K は27インチ 5K の、約1.38 倍になります。領域がね 1.38 倍広いという感じ。つまりですねこの PA32QCV は5K27 インチスタジオディスプレイに比べると、約4割ぐらい広く使えるというモニターになります。一つ目すごく長くなっちゃったんですけど、このモニターが Mac に最適な理由2つ目、それはね色味と操作性です。このモニターね色域のカバー率とか、そういった色表現の性能っていうのは高いですと。でそれだけじゃなくてですね MacBook と色の一貫性を保つ M モデル P3 というプリセットが搭載されてます。これはですね Mac のディスプレイにあらかじめ合わせられたプリセットで、この Mac 側のね表示特性に寄せられるので並べた時の色味の差を最小限にしてくれます。外部モニターを使っていたとしても MacBook と並べて作業をする人って結構多いと思うんですけど、そういった時にも違和感を感じづらい、そういう状況で作業ができるという感じです。でそういったモニターのカラーモードの調整や変更って結構めんどくさいじゃないですか。このねメニューを触んなきゃいけないんで。な
なんですけど、この PA329CV は、このね、ディスプレイウィジェットセンターっていう専用アプリが使えるようになっていて、ここからね、色味の調整とかすることができるんですよ。カラーモードとか、輝度の調整とかね、それからコントラストとか、そういったことはね、ここから調整ができるようになってます。なので、この OSD、メニューをね、触る必要がないんです。OSD でできることが全部ここでできるわけじゃないんですけど、カラーモードだけでもここで触れるようになるというのが、非常に便利かなと思います。で、さらにこのモニター珍しくてですね、Mac 側のキーボードのファンクションキーで輝度の調整ができるんですよ。この対応がされている外部モニターっていうのは Apple 純正以外だとやっぱりなかなか珍しいので、それもね、このモニターが Mac 向けと言える理由の一つかなと思います。で、他にもですね、カラーシンクという機能を持ってまして、複数台のモニターで同じ色を共有できます。複数台のモニターって何でもいいってわけじゃなくて、例えばこの PA329CV がもう1台ある場合っていう感じですね。なので、実際に試すってことはできてないんですけど、例えば商業的な制作を行う現場なんかでは、同じモニターね、表示の違い、差を生まないために同じモニター2台使うっていうことは珍しくないと思うんですけど、そういう時にね、簡単に設定を共有できるというような機能も持っています。はい、じゃあ次行きたいと思います。このモニターが Mac に最適だと言える理由3つ目です。それはね、接続性です。でこの PA329CV はサンダーボルト4ポートを持っているので、例えばこの MacBook とサンダーボルトケーブル1本でつなぐことができます。で、この時に MacBook は 96W で充電することができます。96W なんで、多くの MacBook に対して必要十分な電力を供給することができると。でですね、この PA329CV のすごいところは、実はね、サンダーボルト4ポートをもう一つ持ってるんですよ。全部でね、2つあるんです。なのでですね、Mac とまず1本接続するじゃないですか。で、次にこのモニターからもう1本サンダーボルトケーブルを違うモニターに接続すると、それで2台のモニター表示させることができるんですよ。いわゆるデイジーチェーンと呼ばれる接続方法で、モニターからモニターに対してケーブルを伸ばせばいいので、Mac から出るケーブルは1本で済むと。なので接続に関してね、すごくスッキリとすることができます。ただ Mac 側でね、2台のモニターに出力できるかとか、その解像度はいくつまでなのかっていうのは、その Mac 側の仕様によるので、そこに関してはね、ご注意ください。で、デイジーチェーンというのは何もモニター出力だけに限ったものではないので、例えばですね、ここからドッキングステーションにつなげて、そこに対して様々な周辺機器を接続すると、そのようなこともできます。USB-C 接続できるモニターっていうのは、増えてきているというか、全然もう珍しくもないような感じではありますけど、サンダーボルト4を2つ持ってるっていうのは、なかなかね、貴重な特徴じゃないかなと思います。なので、Mac からケーブル1本で接続できる。これだけじゃなくてですね、そこから先に、例えば様々なね、周辺機器を連鎖的につなげていくことができます。というわけでですね、Mac に最適な理由3つ全部言ったんですけど、話してきたようにですね、このモニターは Mac に最適と言える要素を複数持っていて、中でもですね、やっぱり 6K32 インチ 218ppi。これはね、非常に珍しい、魅力的な特徴だなと思います。はい、じゃあ次はね、この外観とかね、デザインみたいなところも含めて、モニターとしてどうなのかっていうところね、見ていきたいと思います。主要なスペックを並べるとこんな感じになります。IPS パネルのモニターで、6K という解像度を持っていて、リフレッシュレートは 60Hz。で、それからね、色数、あるいは色域みたいなところなどなどですね、高いね、色表現の性能を持っていますと。輝度に関しては400、ピークは602と。で、HDR にも対応していて、コントラスト比は1500対1になります。前面のデザイン、こんな感じです。ベゼルについてはね、上と左右の3つに関しては、モダンでね、スタイリッシュな印象なんですけど、やっぱりね、この気になるのはこの下ですよね。ロゴだったりとか、ボタン類だったりとかが前にあるので、ここもね、もうちょっとスッキリだったら嬉しかったかなという感じですね。背面はね、黒一色になってます。凹凸がね、少なくて、滑らかなこうカーブをしているような感じで、すごいね、シュッとしていて、シンプルにまとまっている印象です。本体重量はスタンドなしで 6.3kg、スタンドありで 9.3kg です。で、カメラやマイクっていうのはもうハードウェアとしてこれないので、使用するのであればですね、それぞれ別に用意する必要があります。で、スタンドはですね、こんな感じでシルバーのシンプルなものになっていて、モニターへの取り付けもね、簡単に行えるようになってます。で、このスタンドのね、台座のサイズ感は、横が約 31.5 センチ、縦がね、約24センチということで、モニターサイズが32インチと大きいので、それを支えるこの台座に関してもね、小さくはないものがついております。で、この支柱の部分に配線が通せる穴が開いているので、ケーブル類ね、すっきりとまとめることができます。で、このスタンドは首振りの性能としても、十分なものを持っていて、例えばね、この上下のチルト、チルトは上に23度、それから下に5度まで傾くようになってます。で、この左右の首振り、スイベル、これは左右ともに30度まで行くので、結構振れるなっていう感じですね。はい、で、このモニターはですね、ピポット、90度回転するものにも対応しているので、こんな感じにすればですね、はい、こんな感じでね、縦表示にすることもで
できます。で、もちろんですね、ベザー対応をしてますので、100×100mm ですね。なので、モニターアームを使うことっていうのももちろんできます。で、このモニター、背面の端子も豊富なポートを持ってます。HDMI2.1、ディスプレイポート1.4、それからサンダーボルト4が2つ、USB-C、イヤホンジャック、USB-A と。で、あとですね、モニターの正面から見て左側に USB-C と USB-A が1個ずつこの下についてます。なので数としてはね、結構多くのポートを持ってます。ただね、USB-A とか C とかが全部 5GBps のポートなんですよ。サンダーボルトのポートがあるので、それでいいっちゃいいんですけど、一つぐらいね、10GBps のポートあると良かったかなと個人的には思います。で、すごくいいところが、このポート類ね、背面にあるだけだと、普段抜き差しするものってね、やっぱりちょっと扱いづらくなるんですけど、さっきも言ったように左側のね、この下に USB-A と C がついてるので、非常にアクセスしやすくなってます。で、数も多いので、もりもりね、周辺機器を使う人じゃなければですね、モニター側のポートだけで全然運用できるんじゃないかなと思います。で、2台のマシンを切り替えて、共通のキーボードとマウスを使う、KVM にも対応してます。でですね、もう一個いいところ、これ電源ケーブルね、これただのケーブルだけです。巨大なアダプターとかは必要ないので、ケーブルだけで、接続することができます。はい、次はですね、この操作系、ボタン類ですね、いわゆる OSD ですね。これモニター向かって右側にね、ここに下にまとまっているタイプです。ここね、スティックがついているので、操作はね、しやすい方だと思います。ここからできることっていうのは、カラーモード変えたりとか、明るさ、輝度を変えたりとか、そういったね、設定をここで変えることができるようになっていて、複数台の機器を接続して映像を分割して表示する PIP とか、PBP とか、そのあたりにも対応していて、ここからね、変えることができます。じゃあ続いてですね、画質とかカラー性能とか、そういった表示性能についても触れておきます。さっきも言ったようにですね、このモニター全体的なカラー性能というのはね、非常に高いです。DCI-P398%、sRGB100% と、高いね、色域カバー率持ってます。で、一台一台構成されていて、キャリブレーションレポートっていうのももちろんついてきます。で、水平178、垂直178度の、広いね、視野角持っているので、左右やね、上下から覗いても色の変化が少ないです。輝度はね、402とピークで600っていうことで、めちゃくちゃに明るいってわけじゃないんですけど、室内で使う分にはね、十分な性能を持ってます。ディスプレイ HDR600 認証を持っているので、HDR コンテンツも楽しむことができますと。で、コントラスト比が1500対1なので、IPS としては結構ね、上寄りだと思います。だからね、黒の表現も、必要十分じゃないかなという感じ。ただね、このモニター、リフレッシュレートが 60Hz なんですよ。最近の MacBook Pro とかだと 120Hz に対応してたりするので、それにね、目が慣れていると、ちょっとね、物足りなさ感じるかもしれないですけど、作業用のモニターとして見ればですね、そんなもんかなという感じかなと。で、このモニターですね、反射しづらくなるようなコーティングがされています。なので、光源が近くにあっても反射を最小限に抑えてくれます。などなどですね、そういった表示性能っていう意味でも、高いレベルでバランスが取れているモニターだと思います。でですね、このモニタースピーカーもついてます。実際の音ね、参考までになんですけど、こんな感じです。スマホアプリで、このリンクの中に書き込むと、そんなことができる。もちろんアプリから URL は何度もモニターのスピーカーはですね、最低限聞くことができると。大体のモニターね、そうなってるので、そういうものだと思っておくのがいいかなと思います。はい、というわけで、この ASUS ProArt PA329CV を見てきました。僕が思うこのモニターの立ち位置としてはですね、表示性能みたいなところも含めてですね、標準的なところから上の性能を持っているモニターだと思うんですけど、やっぱりね、Mac に最適化されているということと、高解像度と高い画素密度、そこから来るですね、使用の快適性とか、その使用体験みたいな、そういったところを重視する場合に費用対効果が高いモニターじゃないかなと思います。安い買い物ではないので、概要欄にね、公式サイトのリンクなんかも置いとくので、この動画と合わせてですね、いろんな情報を参考にしてもらってですね、検討してみてもらえればなと思います。はい、というわけで今日の動画は以上になります。こんな感じでね、Mac とか Mac の周辺機器とか Apple 製品とかその周辺機器とかの情報を発信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。この動画にもいいねをぜひお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。